澄んだもんなのだ。みんな元気？今日は魅力いっぱいの国、フランスを紹介するのだ。実はフランスの有名なパン、バゲットってとっても特別なパンなのだ。なんと小麦粉、水、塩、酵母だけで作らないとダメって法律で厳しく決められているのだ。びっくりなのだ。今日はそんなフランスの最新情報も合わせて全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが5つ目のニュース。3分でわかる。なぜ世界は北極を取り合うのかなのだ。北極は今、世界の強豪たちが奪い合う新しい遊び場になっているのだ。軍備を整えたり、新しい船の通り道を開いたり、眠っている資源を掘り出そうとしたり、いろいろな思惑が絡み合っているのだ。昔は北極圏の国々が北極評議会っていう特別な場所で仲良く協力していたのだ。でも、ここ数年で大きく状況が変わってきているのだ。地球温暖化で氷がどんどん溶けて、今まで通れなかった海の道が開いたり、たくさんの貴重な資源に手が届きやすくなったりしたのが理由なのだ。だから、みんな北極が欲しくてたまらないのだ。中国は遠いけど北極を戦略的にとっても大事な場所と考えていたり、カナダも力を入れようとしていたり、ドナルド・トランプさんはグリーンランドを手に入れたいって表明していたのだ。それに NATO も冷戦が終わってから一番大きな軍事演習をしたり、ロシアも軍備を強化しているから、国々の緊張が高まっているのだ。この動画では、どうして北極への関心がこんなに高まっているのか、そしてどの国が北極を狙っているのかをとってもわかりやすく説明してくれるのだ。この3分でわかるシリーズはモンド新聞が作っている動画で TikTok とか Instagram みたいな SNS で大きなニュースを短くまとめて誰でも最新の情報を気軽に知れるように工夫されているのだ。とってもわかりやすいからみんなもぜひ見てほしいのだ。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録忘れずにお願いするのだ。さあ、みんなで一緒に見ていくのだ。皆さん、こんにちはなのだ。今日は魅力あふれる国、フランスをご紹介するのだ。フランスは西ヨーロッパに位置し、大西洋と地中海に面した美しい国なのだ。その首都は、花の都として世界中で愛されるパリなのだよ。この国は、古くはフランク王国から始まり、1789年のフランス革命を経て近代の礎を築いてきたヨーロッパの歴史に深く刻まれた存在なのだ。現在は共和制を採用し、自由、平等、友愛を国の標語としているのだ。人口はおよそ6800万人なのだよ。フランスといえば、なんといってもその豊かな文化が魅力なのだ。美食の国として知られ、バゲットやワイン、チーズなどは世界中で親しまれているのだ。これらはユネスコ無形文化遺産にも登録されているほどなのだよ。ルーブル美術館やエッフェル塔、モン・サン・ミッシェルなど歴史的建造物や芸術作品の宝庫でもあり、観光業は世界トップクラスなのだ。ファッションや高級ブランド産業も世界をリードしており、航空宇宙産業や自動車産業、そしてワインやチーズに代表される農業も主要な産業となっているのだ。最近では地球温暖化対策や再生可能エネルギーへの積極的な投資など環境問題への取り組みが注目されているのだ。また EU の中心的な存在として国際社会でのリーダーシップも発揮しているのだよ。多様な文化が息づく社会の中でその融合と発展にも力を入れているのだ。歴史と文化が息づき常に新しい潮流を生み出し続ける、それがフランスなのだ。一つ目のニュースなのだ。これほど水に人がいるのは見たことがない。ランド県でのサーフィン競争という記事なのだ。ランド地方でサーフィンが大人気ですごいことになっているのだ。水の中にこんなに人がいるのは見たことがないとみんなが言うくらい混雑しているのだ。特にカプレトンのサントシャビーチでは7月のある午前中に200人以上のサーファーが波を待っていたのだ。地元のバーテンダーさんは
今年はもう狂気じみているのだ、と驚いているのだ。水の中では波の取り合いや衝突が絶えず、事故も頻繁に起きているから、地元のサーファーは不満に思ってあまり来なくなってしまったのだ。でもこのたくさんの観光客こそが彼らの生活を支えているのだ。カプレトンやオセゴーなどランド地方の町はまさに波の狂気の中心なのだ。サーフィンとそのライフスタイルは特に裕福な層に人気で、この地域の観光を大きく盛り上げているのだ。フランスサーフィン連盟の会長さんも新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、新しいサーファーが大量に増えたけれど、正確な数は把握しきれないと話しているのだ。それでも連盟が発行するサーフパスポートの数は2014年と比べて 20% も増えているのだ。こんなにサーフィンが流行しているのにはいくつかの理由があるのだ。まずサーフボードが進化したことで初心者でも始めやすくなったのだ。デカトロンが手頃な価格の道具をたくさん出したことも大きいのだ。それから子供や若者の間ではヨットみたいな他のスポーツからサーフィンが人気を奪っているらしいのだ。2020年の東京オリンピックからサーフィンが種目になったことも注目度を上げるのに貢献しているのだ。それにコロナ禍でみんながアウトドアや体を動かす活動を求めるようになったのも理由なのだ。登山やトレイルランニングが人気になったのと同じ感じなのだ。フォトジャーナリストのティエリ・オルガノフさんも夏にはスキー旅行に行くみたいに家族みんなでランド地方にサーフィンのレッスンを受けに来る人がたくさんいるのだ。夫も妻も子供もみんなでやるのだ。昔みたいに海岸近くに住む情熱的な男性だけのスポーツじゃなくなったのだと話しているのだ。ランド地方のサーフィン人気は観光ブームとともに新たな課題も生んでいるけれど、それ以上に多くの人に海の楽しみを届けているのだ。まさに波に乗る生活なのだ。2つ目のニュースなのだ。トランプ政権下のアメリカと1890年代強盗男爵時代に共通する数多くの類似点という記事なのだ。トランプ時代のアメリカと1890年代の強盗男爵時代にはたくさんの共通点があるのだ。この間アマゾンの創設者ジェフ・ベゾスさんがベネチアでとっても豪華な結婚式を挙げたのだ。彼の財産は2300億ドルを超えると言われていて、1994年に会社を作ってからたった30年で築き上げたものなのだ。今の世界で一番お金持ちな10人のうち9人はアメリカ人で、ほとんどがデジタル分野で何もないところから莫大な富を手に入れたのだ。昔ならこんなにたくさんのお金を集めるには何世代もの努力が必要だったのに、今はあっという間なのだ。この記事では現代に富が集中する様子が1890年代の金ピカ時代とそっくりだって言っているのだ。その頃のアメリカでは人口のたった 1% が国の財産の半分も持っていたのだ。ドナルド・トランプさんもこの金ピカ時代にはとても肯定的だったらしいのだ。大金持ちが独占的な立場で富を築き、それが社会に集中する今の状況はまるで過去の強盗男爵の時代が現代によみがえったみたいで記事は示唆しているのだ。3つ目のニュースなのだ。コラム、不法占拠者の強制退去と執行官の過失という記事なのだ。みんな、今日はフランスであった不法占拠してる人を追い出すお話なのだ。でもね、執行官さんのミスで追い出すのがすごく遅れちゃった事件があったのだ。弁護士さんとか執行官さんみたいな専門家さんが失敗して依頼主さんが損害を受けた場合、全部を賠償してもらえるわけじゃないのだ。あの時ちゃんとやってれば得られたはずの利益、つまりチャンスを失ったことに対して損害の一部だけを賠償するのが一般的なのだ。今回の事件も
このルールが関係するのだ。事件は2017年の終わり頃、マルセイユのアパートに9人のスクワッターさんが勝手に住み着いちゃったことから始まったのだ。アパートの持ち主さんはすぐに裁判所に訴えて、同年12月には立ち退きの命令を勝ち取ったのだ。それで執行官さんに頼んで判決を実行してもらうことになったのだ。2018年1月にはスクワッターさんに立ち退きを命令し、さらに強制的に追い出すために県の警察に協力を求める申請を出したのだ。法律で県は強制執行に協力しなきゃいけないことになってるのだ。この協力申請、県知事さんは2ヶ月以内にお返事する決まりだったのだ。つまり2018年3月8日までに返事が来るはずだったのだ。でも実際に警察の協力が許可されたのはなんと9月13日だったのだ。そしてやっとスクワッターさんたちが追い出されたのは10月12日だったのだ。持ち主さんはこの7ヶ月間の遅れのせいで3万4000ユーロもの損害が出たから県庁に賠償を求めたのだ。でもね、裁判所は持ち主さんの請求を認めなかったのだ。その理由は執行官さんが県に提出した警察の協力を求める申請書にあったのだ。2017年12月31日からはこの申請は電子形式で出すのがルールだったのに、執行官さんは紙で提出しちゃったのだ。だから裁判所は手続きが間違ってたから県が協力を拒否したとは言えないのだって判断したのだ。結局正しい電子申請ができたのは2018年7月12日とかなり遅れてしまったのだ。だから専門家さんのちょっとした手続きミスがこんなに大きな遅れと損害につながっちゃうなんて本当に怖いのだ。4つ目のニュースなのだ。フランスの財政問題の根源は国境の外行き詰まった国際租税制度の失敗にあるという記事なのだ。フランスの財政は今年もとっても大変なのだ。政府はまた厳しい財政緊縮策を続けるけど歳入はどんどん減るし構造的な赤字は続くし国の借金は爆発的に増え続けているのだ。今年はなんと400億ユーロ以上も支出を削減するらしいけどこれじゃあ公共サービスが弱まっちゃって格差も広がっちゃうばかりなのだ。なのに全然財政が良くならないのだ。この問題ずっと同じ方法で解決しようとしてるけどうまくいかないのは国際的な税金システムが根本的に破綻しているからだとこの文章の筆者である CCFD テレソリデア会長のビルジニー・アミューさんは言っているのだ。フランスの財政問題には国内と国際の2つの大きな原因があるのだ。国内では富裕税を廃止したり法人税を下げたりしてお金持ちを優遇するような税制を選んだせいで特に2017年以降国に入る大切な税金がすごく減っちゃったのだ。それから国際的には規制が緩和されたことで世界中で税金の競争が激しくなっちゃってお金が不透明な形で自由に動くようになったのだ。その結果多国籍企業や超お金持ちが大規模な脱税をしていて世界中で5000億ドル近くフランスだけでも330億ドル近い税金が失われているのだ。だからフランスの財政の悪い根源は国境を越えたところにあるのだ。今の国際税制システムはグローバル化して金融やデジタルが発達した経済に全然対応できていないのだ。ずっと金融の不透明さを助長していて毎年多国籍企業の利益の 40% がタックスヘイブンに移されたり超お金持ちが世界の GDP の 10% にも相当するオフショア資産を隠したりしているのだ。国際的な税の公正さがなければフランスは財政危機から抜け出せないと筆者は強く訴えているのだ。5つ目のニュースなのだ。3分でわかる。なぜ世界は北極を取り合うのかという記事なのだ。北極は今世界の強豪たちが奪い合う新しい遊び場になっているのだ。軍備を整えたり新しい船の通り道を開いたり眠っている資源を掘り出そうとしたり
いろいろな思惑が絡み合っているのだ。昔は北極圏の国々が北極評議会という特別な場所で仲良く協力していたのだ。でもここ数年で大きく状況が変わってきているのだ。地球温暖化で氷がどんどん溶けて、今まで通れなかった海の道が開いたり、たくさんの貴重な資源に手が届きやすくなったりしたのが理由なのだ。だからみんな北極が欲しくてたまらないのだ。中国は北極圏からは遠いけれど、北極を戦略的にとっても大事な場所と考えていて、たくさんの投資をしているのだ。カナダも北の地域に改めて力を入れようとしているし、ドナルド・トランプさんはグリーンランドを手に入れたいと表明していたのだ。それに NATO も2024年の初めにノルウェーで冷戦が終わってから一番大きな軍事演習をしたのだ。ロシアも北極海の沿岸で軍備を強化しているから、国々の緊張が高まっているのだ。この動画ではどうして北極への関心がこんなに高まっているのか、そしてどの国が北極を狙っているのかをとってもわかりやすく説明してくれるのだ。もしウクライナでの戦争が北極評議会にどんな影響を与えているかを知りたいなら、記事の最後におすすめの別の記事が載っているから読んでみるのもいいのだ。この3分でわかるシリーズはル・モンド新聞が作っている動画なのだ。TikTok とか Instagram みたいな SNS で公開されていて、大きなニュースを短くまとめて誰でも最新の情報を気軽に知れるように工夫されているのだ。フランスは豊かな文化が魅力的なのだ。でも今日のニュースでサーフィンブームの裏の課題や財政、法的な問題など奥深い側面が見えたのだ。さらに世界では富の集中や北極をめぐる動きなど考えることがたくさんなのだ。今日の学びをまた次に生かしていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。